こんにちは。どんなにしっかり計画を立てていても予定通りやれることの方が少ない気がしているこの頃です。今回は2品大失敗やらかし、落ち込んでいるところ息子が風邪をひいてしまい、くよくよしている場合じゃないと気合と喝を入れたところであります。皆さんはどんな風に工夫して家事をこなしていますか？我が家の食事は週末にこのメニューを決めています。買い物は極力週1で済ませ、下味冷凍をまとめて作る。これがあることでピンチの時、いざという時かなり役立ちます。今週の下味冷凍10品いきますよ。今回骨付き肉がなかったので厚切り豚バラを用意して重曹で 1,2 時間つけておいたので臭みをしっかり取っています。大きすぎると食べづらいのでちょっと小さめにカットして詰めるだけの簡単な工程で出来上がりです。砂糖大さじ3、醤油大さじ2、お酢大さじ1あればリンゴ酢でも代用ができます。空気を抜いて軽く揉んで冷凍庫へ保管します。今回は水でしっかり解凍しています。両面外側を焼いたらコップ3分の2のお水を入れて汁がなくなるまで煮込む。ご飯と相性抜群でした。美味しかったです。これもお肉を入れて味付けだけなのでかなりすぐできます。醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ1、これに蜂蜜大さじ1加えたら完成。コーンフレークは食べてなくなる前に取っておきます。ただ M サイズバッグを推奨します。空気を抜いて潰したフレークと一緒に冷凍庫に保管します。水でしっかり解凍したら小麦粉を大さじ4から5を入れてタレと小麦粉で揉み込みバッター液のようにします。コーンフレークの中に入れて混ぜて油で揚げる。油は170度ぐらいでゆっくり揚げていきます。中を見て火が通っていたら完成。衣が甘くてカリカリ、大量におかわりしてくれました。鶏飯は何度か作っているんですが今回はちょっと違う。人参とごぼうを千切りに切って鶏肉を一口サイズにカットしたら詰めていく。お好みできのこも入れても香りがとってもいいです。醤油大さじ2、甘口醤油大さじ1、ない方は醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ2、蜂蜜大さじ1、甘めが好きな人は大さじ 1.5 から2にしてください。空気を抜いて冷凍庫に保管します。フライパンで作っていきます。半解凍もしくは解凍して蓋を。火は弱めの中火で固めに炊いたお米を 1.5 合ほど入れておつゆと一緒に絡め黄金色になったら完成です。おこげをつけるとさらに香りが増します。子供が喜んでくれるおじや鶏飯です。タラは塩と酒を振りキッチンペーパーで拭き取る。身が大きめだったら3等分、小さめだと2等分に。さっきカットしたごぼうも一緒に入れると香りがいいです。舞茸をお好みで詰めて完成。醤油は甘口醤油大さじ1、使うと気持ち優しい味に。なければ醤油、みりん、酒すべて大さじ3です。砂糖大さじ2と生姜チューブ2センチほど。お米は 150cc、 これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。お水で解凍しました。火は弱めの中火で煮込みます。ぐつぐつ煮立ったら完成。秋の香り豊かな白身魚の煮物でほっこり美味しかったです。親子丼は何個ストックがあっても助かるメニューのうちの一つです。玉ねぎ薄切りにして鶏もも肉も一口サイズにしておく。カットしたら玉ねぎと鶏肉を詰めて醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1、だし小さじ1。これで完成です。
空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火。130ml のお水を入れて具材を散らしたら蓋をする。鶏肉に火が通ったら卵を3つ混ぜたものの2/3入れて蓋をする。50秒後、残りの1/3の卵を加えて 2,30 秒煮たら完成。半熟卵の状態でさっとご飯の上に注げば親子丼に。今回の添えおかずは瓦そばといただきました。優しい味親子丼、とっても美味しかったです。これからの季節にはやっぱり鍋。野菜を切って準備する手間を省けばめちゃくちゃ楽です。白菜を切って詰める。ネギは斜め切りにして詰めていく。免疫力アップにエリンギやキノコ類を。あとは豚肉を入れて予備を作ったら完成です。鍋は野菜から出る出汁と調味料です。酒みりん大さじ2ずつ、醤油 40ml、めんつゆ大さじ3から4、作るときに水を追加します。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回は解凍なしで鍋に入れて2人前だと 800cc、4人前だと1200から1300の水を入れます。あとは蓋をして弱めの中火で煮込んで完成です。風邪をひいても喜んで食べてくれました。ここで大失敗をやらかしてしまったのですが、冷凍パスタの麺を一緒に入れて時間を置きすぎたためにとってもふやふやになってしまいました。お蔵入りするか悩んだんですが、パスタを入れなければソースの下味冷凍としてはとても使えるので、パスタ麺は入れないようにお願いします。失敗すると本当に落ち込む。麺だけ取り出して別で入れて食べましたが、それは美味しかったです。パスタを入れるタイミングはソースを煮込む前に2分早く湯がいてソースに絡めてください。火は弱めの中火で蓋をして煮込むだけです。それにしてもパスタ麺さん、本当にごめんなさい。これも同じくソースレシピとしてはとっても美味しいので、ソースの下味冷凍としてご紹介します。くれぐれもパスタを入れるとふやけるのでご注意ください。失敗以外にも息子の高熱によりおじやとおかゆの連日だったので、メニューの消化ができておりません。風邪が回らなくて昨日停止した1週間となりました。中でも役立った下味冷凍は鍋と親子丼と鶏飯。これは熱中だけどしっかり食べてくれました。エビのトマトクリームもソースはとっても美味しかったです。半解凍して弱めの中火で蓋をしてソースが煮立ったら2分早く茹で上げたパスタとチーズを絡めてください。お好みでベーコンを入れても美味しいです。失敗続きの時にもこのメニューは別格で激うまでした。ミートソースで作った玉ねぎと人参とえのきを1/3入れて、ひき肉も入れたらトマトと水でさらしたじゃがいもをカットする。大きさは一口サイズでカットしましょう。詰めたら調味料を入れていきます。ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1、コンソメと醤油小さじ1、砂糖小さじ2、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回も水で解凍しました。火は弱めの中火です。蓋をして水分が出てきたらなくなるまで炒める。最後にチーズをかけて溶かせば完成です。パンの上に乗せてもご飯にかけてもとっても美味しいです。我が家の定番になったエビの唐揚げ、酢水につけて臭み抜きしたらさっと洗い流して下味をつけます。パスタやメイン料理のもう一品欲しい時にとっても役立ちます。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。ざるにあげて水を切り片栗粉をまぶす。
170度の油で揚げたら完成です。ということで全10種類1週間の下味冷凍をご紹介しました。パスタの失敗と高熱でバタバタした1週間でしたが、鍋と鶏飯やおじや親子丼の下味冷凍がとても役立ってくれました。鍋の日の翌日はだしでうどんやおじやでも美味しかったです。日々いろんなことがありますが、家事も食事も自分のペースで慌てずにやれるといいですよね。それではまた来週もお会いできますように。来週の下味冷凍は寒い時期に役立つ〇〇の下味冷凍です。ご視聴ありがとうございました。